はい、ということでお久しぶりです。バターロールです。前回のソアリン制作の動画から気づけば1年以上経っていましたが、また動画を投稿していきたいと思います。さて、冒頭の PV に出ていたお城なんですけども、最初に映っていたものは実は過去に作った天空城です。制作過程を撮っていなかったため動画にはできなかったのですが、せっかくなのでここで供養させていただきました。そして今回のメインとなるのがこちらのお城。この建築なんとですね、縦横約300ブロックの超巨大スケールとなっております。こんな大規模な建築どうやって作ったかっていうと、パーツを先に作ってから、それらを組み合わせて作るという、まるでプラモデルのような手法で制作いたしました。それでは早速パーツ制作のシーンに移っていきたいと思います。それではどうぞ。では早速パーツを作っていくわけですが、ここで私がパーツを作る際に使っているワールドエディットを使用したテクニックを紹介します。大きい塔などを作る際は、まず塔の4分の1を最初に作ります。そしてそれを塔の中心でコピーします。ワールドエディットの使用上、コピーした位置を起点としてクリップボードに保存されるため、中心位置で90度回転させてペーストを3回繰り返せば簡単に塔を作成できます。デメリットとしては完成像を想像しにくいなどがありますが、適宜回転コピーを行って確認しながら行えば問題ないと思います。はい、ということで作り方は分かったと思うので、ここからは制作シーンをダイジェストでどうぞ。はい、ということで、パーツ全部一応完成でいいのかな、できました。で、もう組んじゃってるやつもあるんですけど、ここまででできたものを一旦紹介しようかなって思います。時間で言うと大体、30時間ぐらいですかね、かかりました。はい。いや、疲れた。はい、まず1つ目、こちらの主塔ですね。アーチとか曲線を多く使っていて、ゴシック様式に似た建築となっています。下のアーチの裏目には、皮を剥いだ白樺の原木をチラ見せしています。はい、でこちらをね、45度回転させたものがあるんですけど、ワールドエディットの使用上、45度の回転は推奨されていないので、こんな感じで階段の向きとかいろいろバラバラになって気持ち悪くなっちゃうんですよね。ちなみに私はフェアと呼ばれる通常のワールドエディットよりも多く機能を持ったサーバープラグインを使用しています。このため、通常のワールドエディットで同様にローテート45度を行うと、はい、このように、そもそもの形も、保てない感じで崩壊してしまうんですね。通常のワールドエディットでもこちらのデフォームローテートコマンドを使えば、45度回転できなくもないんですが、ご覧の通り、結構汚くなってしまうので、どちらにせよ自身での修復が必須となります。この調整が結構大変で、私の場合これ直すのに2時間ぐらいかかっちゃってますね。はい。続いてこちら、切り妻屋根のパーツですね。45度と60度ぐらいの2パターンあるんですけど、2つとも装飾を少し変えてます。で、両方とも裏地に皮を剥いだ白樺の原木を使っています。でこちらの60度の方なんですけど、真ん中に最初はバラ窓を作ろうとしたんですけど、あんまりうまくいかなくて、結局無難な形になりました。続いて端のパーツになります。端パーツは浮かせる部分と、地面につかせる部分の2パターン作ったんですけど、結局この地面につかせるパターンの方は使えませんでした。でこちらも、斜めの差分を作っています。続いてドームパーツですね。こちらは中の内装というか、中身があるバージョンとないバージョンの2パターン作ってます。で、こちらを小さな塔ですね。ドームの周りに設置したりだとか、あとは逆さまにして、下をトゲトゲさせたりだとかに使ってます。はい、で、これ最後に小さいドームパーツですね。はい、言うことないです。番外編としてこちらの4つのパーツは過去に作ったこちらのお城からパーツをそのまま引用してきて、屋根の色だけ変えたものになります。はい、以上でパーツの紹介を終わりたいと思います。さて、いよいよお城を組み立てていくわけですが、いきなりお城を作るのは難しいので、まずは既存のパーツを組み合わせてさらに大きなパーツを作っていきます。例えばこちらのパーツは45度の切り妻屋根のパーツを交差に並べた後に、ドームパーツ2つを順番に上に並べて、最後に四隅に小さな塔を置いたものになります。はい、その隣には45度の切り妻屋根から60度にしてさらに交差をしないバージョン。
さらにこのパーツは60度の斜めの切り妻屋根パーツの上に大きなドアパーツの下の部分だけ使い、さらにその上に塔パーツを配置、そして四隅に小さな塔を4つ置いたパターン。はい、ということで、まだパーツ制作かよって感じなんですけど、これで全ての準備整いましたので、ここからやっとお城制作本題やっていきましょう。さて、やっと本題に入るわけですが、コンセプトが天空城ということ以外は何も決めていませんので、とりあえずは先ほど作った主塔を限界コードに配置してから、引きで見た時に綺麗な三角形になるようにいろいろと配置していきます。はい、ということでようやく完成いたしました。いやー、長かったですね。はい。多分、パーツから含めた時間は50時間ぐらいですかね。合計でかかっております。ということで、せっかくなので、完成したお城を紹介していこうかなと思っております。まず正面はですね、大きなバルコニーがあって、正面に、3つの大きな塔が待ち構えてるって感じですね。で、正面の階段を上がっていくと、中心部に降りていける階段がありまして、そこを降りていくと、この天空城を、浮かせているコアみたいなものですね。設定なんですけど、があるっていう感じですね。で、下はいっぱいなんとなくトゲトゲさせて、ちょっとシルエットをね、下がなんか平らだとちょっと、ダサいかなということで、生やしております。で、この四隅の、回廊みたいなものですね。はい。一応なんか中とつながってる風にはしてるんですけど、内装はないですと。はい。でもここも割と雰囲気よくて気に入ってます。で、ここは、一番最初に作った首都ですね。この天空城で一番高い部分ですね。はい。上から見ると結構景色いいですよね。はい、というわけでね、一旦この動画はここで終わりなんですけども、よろしければ、高評価とチャンネル登録、あとコメントの方よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。